はい、金坊主です、今日はですね、新しいテント買ってきたので、新幕デビューというところでやっていこうかなと思います。今回のキャンプ場は滋賀県にあるカモシカ EX といつも僕は呼んでるんですけど、実際のお名前としてはカモシカエクスクルーシブオートキャンプ場というところで、噛みそうなのでカモシカ EX と呼んでおきます。で、久しぶりにね、家族連れてきましたが、奥さんの方はお仕事で来れないというところで、子供3人プラスおっさんと。で、久しぶりにね、子供たちも行くので、ちょっと寒い予報もありまして、右の方にちょっと見えてますけれども、今回はキャビンついてるタイプで、エアコンもついてるタイプで、寝るときはそっちで寝るというような形のお手軽キャンプでやっていこうかなと思います。全員アーツの銀河ってテントを買ったので、それを持ってきまして、でさらにこの銀河ってテントはですね、薪ストーブをインストールすることが可能なテントになっております。家族がテントの中で寝て、で薪ストーブも楽しめるテントっていうのを結局ね持ってないんですよね。で家族全員が一つのテントで寝ながら薪ストーブも使いたいってなってくると、この銀がベストじゃないかなというところで発売されたので、買ってで試していくと。グレーのロープを4箇所ね止める。これで四角形を作っていきます。だいたいねこの4箇所ペグダウンしてポール入れるっていうのが全員アーツのねワンポールテントのありありな形かなと思います。でそれやったら次にポーンとまずワンポールを立てると。これだけでテントとして成り立つテントもありますけれども、それだと中結構狭くなっちゃってますので、さらにポールをどんどん入れていって拡張していくっていうのが、全員アーツであったりとかね、ワンポールテントプラスアルファの特徴かなと思っています。で、一番長いポールを一番前。で、これのセットもそんなにきつくはなかったですね。テントによってはめちゃめちゃ硬いやつもあるんですけど、これはそんなに硬くなかったです。で、2番目に長いポールをですね、このワンポールのテントの後ろ側に入れて、で、一番後ろに一番短いポールの方を入れて、なんて言うんでしょう、DOD のかまぼこテントみたいな感じに一旦しておきます。で、その後、左右にポールを入れていくんですけれども、これがロロみたいなところですかね。全員アーツのロロみたいな形になっています。でこれで、梁を出してですね、やっとここまでできるとテントっぽくなると。で、一人で今回はもう全部テント設営しましたけれども、設営していく中で一人やったら大変かなっていう点はそんなになかったので、一人で設営するのが難しいテントではないかなと思います。もちろん2人でやったりね、人数多い方がサクサクっとできていいかなと思いますけれども、一人でも無理なく設営できるテントになってるかなというふうに感じました。で薪ストーブを使わなかったらもうここでねあとペグダウンしていくんですけれども、今メインポールを外しました。今日は薪ストーブ使うので、この上に TC のねフライシートつけていきます。でこの TC のフライシートも付属で15万8000円やったかな。全部セット。えいってやると重いんで、こうちょっと一瞬やばと思ったんですけれども、よくよく考えたらですね、丸くポールをね、入れてますので、ちょっと重みでこんなことになるぐらいではポールは全然折れなさそうですけれども、本来であれば片方にね全部パチパチっとつけて、で2人でよいしょって言って広げていくのが一番いいかなと思います。今回そんなにね身長が高い、人がいない子供3人プラスおっさんなので、これはもう一人でやるしかないので、フライシートをかぶせるのだけがちょっと不安やったんですけれども、テント自体がねそんなに高さがない、メインポール以外の部分の高さがそんなに高くないので、かけるのもねそんなに難しくないなというところと、あと分かりやすく左右はフックになってて、で前後は、カチッとね
はめるタイプになっていたので、最初はなんかこう踏み台とかがないとかけにくいのかなっていうのもあったんですけれども、ここ見といてもらったら分かりますが、特に踏み台なく身長170の僕でも無理なくかぶせることができるので、いやちょっと大変そうやなと思ってる人もそんなに大変ではないので、ここはねちょっと強調して言っておきます。で全部かけれたので、ここでもう一度メインポールを突き刺して、であとはペグをね全部打っていったり、ガイロープ張っていくとテントの形になります。前方を張り出さずに、まずは薪ストーブの位置を決めようと思います。入れる時の後にちょっと微調整したい時に前を張り出してたらねやりにくいかなと思ったので、薪ストーブのところですけれども、メッシュにもなるし、こうやってね全開することもできる TC メッシュ、そしてポリ膜という、三重構造になってまして、薪ストーブ使うときは全部巻いた状態にしておきます。で煙突ガードのシートが付属でついてて 8mm と 11mm はついてました。で今回は 11mm をつけます。今回使うのがスノーピークの MK ストーブっていうね薪ストーブ、こちらを使っていきますので、普通で煙突使えば 8mm か 7mm なんですけれども、ここにですねトリプルウォールなんですけど、そのトリプルのを外してダブルウォールにした状態の煙突を刺すとですね、ちょうどこの 11mm にぴったりと合うなと。スノーピークのメラクプロ用の説明書はあるんですけど、もちろんこのスノーピークの MK ストーブに対してのこの銀河用のね高さ調整の情報はないので、何個か微調整してちょうどいい形のちょうどいい長さの部分を探しながらやりました。メラクプロであればメラクプロのフライカバーのところにガイロープを固定できるようにはなってはいるんですけれども、今回はそうじゃないので地面に固定しないといけない。なので長さを一応確認してきたんですけれども、普通に MK ストーブを使う順番で組み立てるとですね、ちょっと煙突の固定部分が高くてですね、固定ができない。ガイロープが足らないと。でガイロープ長いのを持ってきてないので、一回抜いて、で、ここの煙突のね、固定金具の部分の高さの位置を変えまして、で、再度入れると、ちょうどですね、いい感じにロープが地面につくぐらいの場所になったので、次ですね、銀河で MK ストーブ使うときはこれでやっていこうかなと思いつつ、もう覚えてないので、きっとまたね自分の動画見ながらやっていくんじゃないかなとは思いますが、4本ともきれいに地面にペグダウンできましたので、パッと見たらなんかこの専用のね薪ストーブかなと思うぐらいぴったり設営できました。で最後ですね、インナーテントなんですけど、全油圧のテントってテント発売してからちょっと時間経ってからインナーマットとかねグランドシート出てくるんですけれども、今回もね一緒で銀が出てましたが、まだその辺のものは出てないので、ランドロックのグランドシートをいつもどんなテントでもね大体使えるので、グランドシートを引きました。ただ今回はですね、ここで寝ません。ここで寝るわけではないんですね。横に建物ありますからそっちで寝るんですけれども、次のキャンプは寝ようかなとか、思った時に、インナーテントのサイズホームページで見る限りちょっと幅狭いかなと。最大で 3m20 で、一番狭いところで一番奥で 2m40、 奥行きは 2m50 あるので、奥行き 2m50 あるから結構いろんなもん置けるなと思いつつ、幅が 3m20 で、ランドロックだと 3m60 とかあるので、そうなってくると家族5人が寝るってなってくると、もしかしたらしんどいんじゃないかなというふうに思ってたりはしました。
なのでその辺のねサイズ感をちょっと確認したかったので、わざわざ寝ないけれどもちょっと設営して、で次回こいつだけでいいのか、もう一個僕だけでもね外で寝れるようなテントがいるのか、ちょっとその辺もね確認したいなと思いまして、設営は簡単で、後ろの部分にフックかける、で前の部分にもフックかける、あとは吊り下げる、フックかけていくってだけなので、かなり簡単にインナーテントの設営はできました。でロロとかやったらですね、この目の前にあるワンポールのところに巻きつけるとか引っ掛けるっていうのがあったんですけれども、今回はそんなこと必要がなかったので、高さもねそのギリギリとかじゃないので、こんな感じでこう潜り込んで何かこうセッティングをしないといけないっていうわけではないからこそ、一人設営でインナーテントまで簡単にできる。ソロキャンプでも時間かかるけど快適に過ごしたい場合使えるテントかなっていうふうには思いました。ここのね使い勝手はまたちょっとね後で説明していこうかなと思いますが、126センチのマットやったら2枚並べることができる。今回はこんな感じでセパレート IGT の3ユニットに MK ストーブを入れて、0.5 ユニット分だけ穴開けといて、こんな使い方もありかなと思いました。ただこの状態やったら僕と子供1人2人ぐらいやったらいいんですけれども、子供3人でね次奥さんも来るってなってくると、ちょっとこの輸入ユニットだけ実質 3.5 やけどもご飯作るとこも使ったら、実質 2.5 しかないので、ちょっとこれじゃあ足らないなというところがありまして、この後家族5人用にちょっと変化させてみようかなと思います。ではちょっと今から現地の私に喋ってもらおうと思います。はい、ということで設営がほぼほぼできまして、今日はですねゼインアーツの銀河を設営しに来ました。ただうちのね今日はね奥様がいないので、本日はよいしょ建物付きのサイトでキャンプをしていく予定でございます。なんで子供連れてですね、えらい大変な感じなんですけれども、出なくていい。よいしょ。ということでね、ちょっとね見ていこうかなと思います。どうでしょうね。今回はですね、よいしょ、こちら薪ストーブ対応のテントなので、スノーピークの MK ストーブを持ってきました。ポールはですね1本2本3本で4本5本ワンポールの6本、計6本のポールでございますね。換気が多くてここ換気1箇所あるでしょ。でこっちにも換気があって、前にも換気をする換気穴があるので、全部でですね4箇所換気するベンチレーションがあります。で入り口はですね、こっからも入れるし、ここもメッシュですけれどもね、メッシュ上げることもできるので、結構ね出入りする場所というか、この辺全部開けれるのでフル開放もできるし、おこもりすることもできるというところです。ゼインアーツのインナーテントってだいたいちっこいんですよ。ちっこいので、うち5人家族なので5人入るのかという問題なんですけど、吊り下げ式で、こっちにかけなくていいから、ここの空間はもうバッチリ使える。でプラスよいしょ、今中にですね、今日はここには泊まらないんですけど、よいしょ、ダブルマット、スノーピークのダブルマットを2つ入れてます。で空気入れたとて入るかなっていう
ところですね。よいしょ。よいしょ。はい。ちょっと左右に少し余裕があるぐらいあるので、ダブルマットを2枚引くっちゅうのはできる。で、ここで足らんかったら、ここにもう1マットはいけるので、1、2、3、4、5でも、1、2、3、4、5でも全然大丈夫。この幅が広いので、うちだったらここにワンコ来たりとかすることができるかなというところがあるので、ただ、スノーピークのこのマットって幅が狭いので、よくある DOD とかその辺のマットやとダブルは難しいかなっていうところですね。じゃあこうしたらとなると、ちょっとこれだとよいしょ足らんわけですわ。かぶってるっていうのがあるので、スノーピークのマットが120何歩とかだから、250、60ぐらいまでやったらいける。270になってくるとちょっときついかなっていうところですね。はい。レイアウトいろいろ考えたんですけども、こんな感じにしました。薪ストーブを横にしたらもう少し空間できるかなと思いますけれども、よし OK。 こんな感じかな。こんな感じでもできるので、いろいろとやりようはあるかなと思います。家で声を入れている私にバトンタッチします。子供がですね、パパ寒いよと、そろそろ寒いよというところで、建物はあると言ってもですね、やっぱ外で遊びながらたまにこのねテントの中に帰ってくるので、薪をねそろそろ入れて暖を取っていこうかなと思います。ちょうどね1年使ってますので、うちの息子もですねかなりこの MK ストーブの扱いに慣れてきまして、もう薪の投入は俺に任せろというような感じでね、よく手伝ってくれます。ダンパーはない、バッフルもない、スパークアレスターもついてないので、ダイレクトに火の粉がパチッとなったらお外に飛んでいきます。ウッド&バーンっていう韓国のメーカーと共同で作った薪ストーブだから、ウッド&バーン、スパークアレスターで探して出てきたやつを買いました。で、セットしてみるとちょうどいい感じにね、もちろん本家とね一緒だからセットできたので、心なしか外に出ていく火の粉は少ないんじゃないかなっていうふうに感じました。アルペンアウトドア宇治店には3つしかなかったうちの1つ、このスノーピークのね黒鍋サイズ30しっかりゲットできまして、で今日はもう冷凍のラーメン、冷凍チャーハン、あと肉焼く、それだけで子供たちいいよと言ってくれはったので、あとはお菓子あればいいでしょう。でご飯食べてちょっとのんびり過ごしたらですね、子供たちは建物の方に行きますので、もう一度ですね現地の私につないでみようかなと思います。こっちでMK ストーブ、あっちでグローストーブのダブルストーブでやってますけど、警報器が鳴ることはなさそう。一応ダブル警報器でやってますけど大丈夫そうと。使ってみた感じは、もうちょっとインナーテントが広かったらよろしいのになというところですかね。あとちょっと、こんだけ広いんだから、あとちょっとワイドに使えたら完璧やったかなっていう。あと20センチ、30センチインナーのところの幅があれば文句の言うところはない。設営も一人でできましたし、ワンポール立ててポール3本入れて、で左右のポール入れて、で一回へこまして TC かけると。 TC かけるのはちょっと時間かかりましたけど、でも一人でかけやすいようには作られてるので、
全然ありかなというところですね。はい、IGT の3、IGT の4でロングじゃない方のテーブルですね。ロングになるとちょっと、引っかかっちゃう。インナーテントつけたら引っかかっちゃうかなっていうぐらいやったので、マルチファンクションテーブル入れておくとちょうどいい。だから4ユニット、こっちが3でもいいかな、7ユニットぐらいかなは使えるので、でまあ子供やったら、子供入れたら5人寝ようと思ったら横でも寝れる。狭いなと思ったら奥に寝てもいいかなと思うし、まあ前室が広いのでここにちょっとコット置いて、誰か僕だけね、父親だけとかね、誰かだけコットで寝ても全然いいかなと思います。今んとこそうですね、なんかやだーってとこはないかな。まあそのさっきのインナーのところぐらい、あそこぐらいはちょっともうちょっと広くしてくれたら、まあ、そうなってまだもっとでかくなっちゃうんでしょうね。中途半端な気がします。ランドロックのマットがちょっと入りにくいけれども、まあ頑張ってランドロックのマット敷いて寝ようかなっていう感じですかね。専用のマットはまだ出てないので、はい、そんな感じですね。じゃあちょっとあとちょっと薪残ってるんで、明日の朝は薪ストーブ使いたいんですけど、天気見てるとですね、今日の夜からなかなかな風が吹くと、明日。なので、ある程度薪ストーブ楽しんだら、冷ましてですね、薪ストーブだけちょっと撤収しようかなと思ってます。それぐらい風がビュービュー吹くみたいです、明日は。ではのんびりします。はい、おはようございます。前日の寝る前に、就寝時間の前に、この薪ストーブの出てる部分だけは取っておいたんですね。正解でしたね。やっぱりちょっと夜中から風が強くなると。でこの日ですね、僕はまま帰りましたけれども、この日キャンプに来はって麓っ腹ですよね、テントめっちゃぶっ飛んでる映像が出てました。やっぱし風強かったなというところで、そこまでねうちは風吹かなかったですけれども、それでもねテントバタつくような形があったので、あらかじめ対策しといてよかったなと思いました。で実際薪ストーブまで使ってみましたけれども、もちろん若干焦げてる部分はありましたが、穴が開くっていうほどではなかったですね。で全圧の薪ストーブっていうのがないので、他社製品を使うしかないっていうところはありますけれども、 MK ストーブはね4メーターとかなりますので、薪ストーブの煙突の高さが出る薪ストーブであれば全然問題ないかなと思いますが、そうじゃないちょっと短めの薪ストーブとかになってくると穴が開いちゃったりする可能性はあるかなと思います。だからこれは別に全圧のこの TC がとかいう問題じゃなくてですね、どうしてもね短い煙突やとすぐにダイレクトに火の粉が当たっちゃいがちっていう部分があるので、ここはね、追加のオプションとか買って煙突長くした方がいいかなっていうふうには思います。本当はちょっぴりランドロック出た時に銀河買うけれども多分銀河手放すんじゃないかなすぐにと思ったんですが、想像以上に良かったので、ちょっとワンポール系の薪ストーブのインストールできる風にも強そうなテント1個持っとこうというところで、こいつは持っとこうかなと思います。でなかなかないんですよね。その家族でテントの中で寝れるぐらいインナーテント大きいのがつけれて、薪ストーブも入れれてみたいなものがあんまりないので、これはスノーピークのランドロックの新作と比べるとあっちの方がインナーテントも広いし、あっちに軍配が上がりそうなんですけれども、やっぱしワンポールっていうところの楽さ、
もありますし、2、3種類ぐらい薪ストーブ対応のファミリーキャンプのテントを持ってると、今日はあっちにしようかな、今日はこっちにしようかなっていうのもできるかなと思うので、もうちょっと向き合ってですね、使っていきたいなと思えるようなテントでした。というところで、よければですね、チャンネル登録といいね、コメントもいただければ励みになりますので、コメントもお待ちしております。次回もここでキャンプする予定なんですけれども、ちょっとまだね、違うテントを買ってるので、そのテントで次はキャンプしようかなと思います。なので次回の動画もお楽しみに。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la la